ちは。今日なんですけども、今日はじゃーん、バボちゃんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。バボちゃんは前の動画にもお家でマレー料理を作ってもらったりとか、イスラム教の話をしてくれたりとか、あとご主人が第二夫人と結婚されたっていう話を撮影したんですけども、今日は第二夫人がその後どうなったかっていうのも聞きたいと思うので、最後までご視聴いただけたらなというふうに思います。はい、ということで気になってる人が多いと思う。なんかすごいさ、やっぱさ、前のその第二夫人と旦那さんが結婚されたっていう話で、もうそれなんかネタなんみたいな感じで言ってた人もいるけど、でもネタです、ネタ。なんかネタみたい。本当。でもなんか本気だけどね。そう、だからシンガポールでそれできんのとか、なんか知らなかったっていう人が多かったし、なんかいろんな意見があったと思うんだけど、まあなんか宗教的なその詳しい話はなんか私はやっぱりちゃんと理解してないで、ポコちゃんはちゃんとその学校に行って勉強されて理解して、そうやって第二夫人を受け入れた人なんで、まあなんかその批判があった意見もあったけど、なんかまあそれはさ、個人の問題だからねっていうふうに私は思ってて、でまあぶっちゃけその後ポコちゃん自身どう、その第二夫人をなんかどういう言い方、うまくやってってるみたいな、そんな感じ。まあ改めてじゃあ第一と第二夫人を一緒に住んでみようっていう、一緒に住むってすごいね、ちょうどで撮影した日に初めてほら、来たじゃないですか。来た時だったもんね。だからあれからまあやっぱ1ヶ月住んでみて、なんだろうな、私の手が一つしかなかったのが、一緒に家事もやってくれる、一緒にお掃除もやるで、なんか結構私に対する負担が減ったから、私はすごくそういう意味では助かってたし、なんか本当にありがとうとも思ってたし、それを逆に私は楽しんでたんだけど、やっぱりこのみんなが気になってると思う、その夜の、ね、夜の行為とかさ、やっぱそういう風になった時に、そうやっぱりそうだからやっぱり私は旦那と今まで、7年間一緒に、旦那と今6年間一緒にいて、で彼女は結婚したばかりでまだほやほやだから、もう旦那のことが本当にもちろん愛してる、私も愛してるけど、彼女はもうその新鮮なね、年齢も若いし、だからもう変な話、やりたいがすごいんですよ。旦那に対して愛が欲しいね。もうやりたい、その抱かれたい、そうだね、要は愛を欲してるから、私は別にそこまで旦那に対しても心の愛を知ってるもんね。体だけじゃないね。6年も経つね。今までは旦那の方から自分の、その旦那って男の人ってやっぱ性がたまるとそれがストレスとなって、要は放出したいっていうそのね、ほら思いが出るから、だから旦那の場合はそれが大体1週間に1回の感覚で私に求めてきてたんです。でそれを私はもちろん旦那が求めてくるからちゃんと答えてあげようって言って答えてあげてたけど、私からそのやっぱり性欲が生むかって言ったらそんなにないわけですよ、もう子供も産んでるから。ただその彼女は産んだとこだしね、特に。そう、で彼女はもうそもそも子供もいないし初婚なので本当に綺麗なんですよ、初婚だから、だからもう私以上にその抱かれたいもすごいので、やっぱり旦那は奥さんだから求められたらね答えたりするわけじゃないですか。だからその時にやっぱり私は子供たちを寝かしつけて、でなんだろう、私が寝た後にその第二夫人がその旦那に求めてるのが結構あったので、なんかそれがすごい複雑で、私はやっぱり。でもさ、わかんない、私は子供産んだ後とかって、なんかもう全然その本当はね、そんなのがないから、逆に外やってたからラッキーじゃないんだ。そう私はだから最初そう思ってたんです。外で例えばそれこそ風俗の女とやるっていうよりは、第二夫人とちゃんと結婚して、知ってるその第二夫人と関係を持つ方が私も安心だし、私にとってもそれも都合いいって思ってたんですよ、最初は。でも実際本当に一緒に住んで、なんだろう、そうやって思ってたくせにノーでは、でもやっぱり心がなんかその現状をその場でしっかり見た時に、見たこともあるんですよ、やっぱりね。
でそうすると心がやっぱ痛んで、そうだね、なんか私やっぱりなんかその苦しいってなったんですよね、なんかだからこれいろいろいいように思ってたんだけど、やっぱりこの女だからさ、でもそれってなんか宗教的にはどうなの？それってなんか我慢をなんていうの、当たり前のことだから、それってなんかそういう感情を持っちゃいけないみたいな、そういうのではないの？そう本来はそういう感情は持っちゃいけないっていう、もう全てを受け入れましたっていうことだから、それを受け入れてるのになんでまたそこでそういう感情をね、なんかココちゃんなんかはめちゃくちゃこれってすごい素直な気持ちめちゃくちゃ正直に話してくれてて、多分さ、それこそ今回もちょっとまた批判があるかもしれないよね、でもそれってさ、なんかまあでも全然ね、知ってもらうことに意味があるから、そうなので、結果そこから旦那もやっぱ一緒に住むのって難しいよねってなって、私もその要は第二夫人と結婚したことを否定はしてないんですよ、だから根本的なその第二夫人を迎え入れるとか第二夫人と結婚するっていうのはイスラム教の中では世界平和になるわけですよね。子孫をもっと残すとか、そういう貧しい女性を、要は結婚してない未婚の女性を迎え入れることによってね、こう幸せが増えてくるとかっていう本当にいい意味なので、イスラム教の中ではそれって素晴らしいことで、だから私もその第二夫人と結婚したことを否定してはしてないんだけど、やっぱりその一緒に住むっていうことに対しては簡単なことじゃないなって思って、それは第二夫人も感じたんですよね。私が感じてるってことは第二夫人も感じてて、で第二夫人は第二夫人でやっぱりすごい気を使うと。だから一旦国に帰られて、今は遠距離恋愛っていう形で、旦那がたまにその国にインドネシアに奥さんに会いに行く、でもちょっと基本はそのスタンスで行きましょうってことで、だからやっぱりその一緒に住むみたいな形はちょっとやめたんですよね、それが第二夫人の今回の新たな現状、今その後ですねやっぱりなんか面白くて、こうどこ行くにもみんなで一緒に出かけてる時に、やっぱりシンガポールの人ですら第二夫人ってあんまりいないんですよ、受け入れてる方がね。それを私が日本人でこうやって受け入れてやってるから、なんかどこ歩いててもみんなイスラム教の人が私を見てみんなこうやって拍手するんですよ。それはなんでかって言ったら、なかなかその第二夫人を受け入れるってことはできないよって、その本当の本場のイスラム教の人たちがやっぱこう旦那を2人でこうやって腕組んで歩くわけじゃないですか。だからやっぱみんな見たらもうみんなわかるわけですよ。これ第一第二夫人なんだで、どっちが第一ってなった時に、私が旦那が大体この子が第一だよってみんなすごいわ、あなたもう本当にそんな心の広くてそんなことなかなかできないみたいに言われると、なんかやっぱそれで逆に私のモチベーションが上がる。いいことしてるんだ、なんかそのやっぱみんなそういう風になんかこうすごいすごいって私は褒めてくれるから、そうだよな、私いいことしてんだよなって思いながら、そのなんだろう、やっぱそこでこうやきもちとかそんなのをもう捨てて、なんかもうみんなそうだよね、みんなハッピーのためにしてるんだもんなみたいな感じのモチベーションをね、こう上げてね、また年数があると変わるだろうし、もしかしたら第三とか第三夫人とかさ、4人まで結婚できるんでねとかなってしまったら、またそこも状況変わるだろうし、第二夫人の人もまた気持ちが変わるだろうし、いろいろねあるだろうね、これからね。旦那さん頑張んないとね。旦那さん頑張る。いやでもやっぱりそうですよ、本当に変な話、お金もかかることだし、正直簡単なことではないって改めて、一番がそのためだったりするんですね、やっぱり。私がやっぱりちゃんと理解をしてないとこれは成り立たないなって改めてでも理解はできてるんだけどね、ココちゃんも。だってその理解を深めるっていうのは時間はやっぱかかるよね。かかりますね。今だからね、結婚して半年ぐらい経ちましたけど、正式にね結婚して、その結婚する前からのその彼女彼氏みたいなちょっとお付き合い入れたらね、もうちょっと長いけど、正式に6ヶ月ぐらい経って、まだまだでも課題ですよね。
いや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 、また今後の展開も展開もしかしたら第3ができるかもしれないしし、ね。そうだね。またポコちゃんの、まだ全然ポコちゃん若いから、状況もね変わるかもしれないしね。ですね。はい、ありがとう話を。いいね。